こんにちは。楽して美味しいご飯が食べたいゆりこです。今日は電気圧力鍋で作る簡単で美味しい飴色玉ねぎとそのアレンジレシピを紹介します。フライパンだけだと手間がかかる飴色玉ねぎも圧力鍋ならセットして待つだけ。ハヤシライスやオニオングラタンスープ、ハンバーガーなど活用レシピもたくさん紹介するので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。1品目はハヤシライスを作ります。まずはじめに基本となる飴色玉ねぎを作っていきます。最近飴色玉ねぎでオニオングラタンスープを作りまくっていたので、夫が後ろで言っていますが、今回は違います。薄切りにするときはスライサーでもいいんですが、最近買った包丁の研ぎ石がめちゃくちゃ良くて、すごい包丁の切れ味がいいので楽しくて薄切りを包丁で行っています。電気圧力鍋に入れていきます。そこにバターを小さく切り刻んだものとオリーブオイルを入れて混ぜ合わせていきます。そしたらもう圧力鍋にセットして圧力モードで3分でスタートです。ハヤシライスの準備をしていきます。まずお鍋にバターを溶かして牛肉の細切れ肉か薄切れ肉を入れていきます。まずはこの牛肉だけで炒めていきます。黒胡椒を振り入れたら、先ほど圧力鍋にセットしていた飴色玉ねぎを追加していきます。こんな感じでいい感じにできています。お鍋に追加して全体を混ぜ合わせて炒めていきます。ここに全体的に片栗粉を振り入れて粉っぽさがなくなるまで 1,2 分炒めていきます。これが後のとろみになってくれます。そこに赤ワインを 100ml、 お水を 200ml、 ケチャップを大さじ3杯、ウスターソースを大さじ 1.5 杯、コンソメを小さじ1杯入れて5分から10分ほど煮ていきます。普通のハヤシライスの場合はもうちょっと煮込むと思うんですけど、今回は飴色玉ねぎによって甘さが出ているので少なめの煮込み時間で大丈夫です。味見をしていきます。いい感じにできました。お皿に盛り付けていきます。こちらのお皿は前に夫と鎌倉に行った時に陶芸体験で作ってきたお皿なんですけど、普段はカレー皿なんですけど、今日はハヤシライスを入れていきます。美味しそうにできました。ルー使わなくていいのもすごい便利だなと思います。あと赤ワインはお水に代用もできます。次はスパイスカレーを作っていきます。飴色玉ねぎの部分はほぼ同じなのでバンバン飛ばしていきます。ちなみにこの飴色玉ねぎは冷凍保存しておくことも可能なので、たくさん作って冷凍して使いたい時に使うというのでもいいと思います。次に人参を細切りにしていきます。こちらもその最近買った包丁を研ぐやつのおかげで包丁の切れ味がめちゃめちゃ良くて細切りもすごくはかどっております。あと最近気づいたんですけど、薄切りにした人参横に並べて細切りにするとめちゃくちゃ楽じゃんって思いました。鶏肉の準備をしていきます。切った鶏肉にヨーグルトとお塩少々を入れて下味をつけて揉み込みます。10分くらい置いておくといいと思います。フライパンに火をつけて油を熱していきます。そこにニンニクと生姜を炒めていきます。ニンニクも生姜も本当は生のものの方が美味しいので、ある方はそちらでお願いします。今日はなかったのでチューブでいきます。そこに飴色玉ねぎと人参を追加していきます。全体を炒めていきます。そこにトマト缶を加えて炒め煮をしていきます。水分を飛ばしながら、5、6分ぐらい煮るイメージでいいと思います。そしたらここからスパイスを追加していきます。
クミンを小さじ1杯とコリアンダーを小さじ1杯と1/2、ターメリックを小さじ1/2と、辛いのが得意な人はチリパウダーを小さじ1/4入れます。辛いの大好きだよっていう人はもうちょっとチリパウダーを入れてもいいかと思います。私がめちゃ辛が苦手だったりするので、出来上がったカレーに夫用だけチリパウダーかけたりします。そこに先ほどヨーグルトにつけておいた鶏肉を追加で炒めていきます。表面の色が変わるぐらいまで炒めたら水を加えて弱火で10分ほど煮込みます。ここで煮込み終わったら味を見て、塩を調整するのがいいかなと思います。もしガラムマサラがあったら最後に火を止めてから入れると香りが立っていいと思います。盛り付けは夫がしてくれました。美味しそうです。ありがとう。急なパン生地失礼します。私はパン作りが好きなので、今回は飴色玉ねぎを使ってオニオンパンを作っていこうと思います。これはホームベーカリーで一次発酵までをお願いしておいた生地になります。まな板に強力粉を出して全体をいい感じに丸めていきます。今回はオニオンパンを3つと、あとハンバーガーのバンズを3つ作ろうと思っているので、全体を6等分に分けて丸めていきます。いつものごとく強力粉を出しすぎてまな板が粉の海になっていてちょっともったいない気もしますが、どんどん作業を進めていきます。で、一旦丸めることができたらベンチタイムを取っていきます。はい、飴色玉ねぎ、もう玉ねぎを切るところは見飽きたと思うので、完成品の飴色玉ねぎからスタートです。こちらのたくさん避けておいた方は後でオニオングラタンスープにしようと思います。オニオンパン用の飴色玉ねぎはそんなに多くなくていいので、そこにコンソメとカレー粉を加えて全体を混ぜ合わせていきます。全体が混ざり合ったらちょっと味見します。ちょっと味が足りなかったのでカレー粉を足します。そこにコーンを追加して全体また混ぜ合わせていきます。これで上に乗せるやつは完了です。ベンチタイムを終えたパン生地を成形していきます。まずは平べったく伸ばしていきます。本当は丸にしたかったんですけど、ちょっといびつな形になってしまいました。2枚目も円状に伸ばしていきます。こんな風に3個の円ができました。40分ぐらい二次発酵をしたら周りの方に溶き卵を塗っていきます。そしたら先ほど作ったオニオンとコーンのフィリングをのせていきます。今回は3個あるのでチーズをのせたバージョンとマヨネーズをのせたバージョンとパセリをのせたバージョンにしてみました。どれが一番美味しいか楽しみです。焼き上がりました。どれもめちゃくちゃ美味しそうです。味見をとっているつもりがカメラが止まっていたのでもう半分食べちゃってるんですけど、もうめっちゃ美味しかったです。意外とマヨネーズのせが一番美味しかったです。あと、ちょっとパンから作るのめんどくさいやっていう時にはこういう風にバゲットの上に乗せても美味しいと思います。うまい。次はオニオングラタンスープを作っていきます。オニオングラタンスープは前に動画でも紹介したことがあるんですけど、ちょっと今回は手抜きバージョンです。お皿に先ほどの飴色玉ねぎを盛り付けて、その上にコンソメの素をかけて全体が均一になるように混ぜます。全体がよく混ざったらお塩をかけて
また混ぜます。そして先ほど切ったバゲットを乗せて3つ乗せようと思ったんですけど、なかなか乗らなくて試行錯誤してます。ちなみにこのバゲットを無理やり乗せたことによって飛び出てるところがちょっと焦げちゃったので、あんまり無理やり乗せない方がいいと思います。チーズを上にかけてトースターで焼いたら完成です。最後にハンバーガーを作っていきます。こちらは2次発酵を終えたバンズになります。上に溶き卵を塗って、焼き上がりがいい感じにテカテカになるようにしています。バンズなので上から白ごまを振りかけます。卵を塗ったおかげでちゃんとくっついてくれます。オーブンで焼いたらこんな感じでまん丸の綺麗なバンズができました。ハンバーガーのハンバーグの部分を作っていきます。まずは玉ねぎを、今回はみじん切りにするんですけどフードプロセッサーを使うので、まずはざっくり切ります。フードプロセッサー登場。玉ねぎを全部入れて文明の力でジャーっとみじん切りにしていきます。そしたらこちらも薄切りの飴色玉ねぎと同じ要領で電気圧力鍋のお鍋に入れていきます。そしてオリーブオイルとバターを追加してよく混ぜたら、圧力鍋の圧力モードにかけたらこんな感じでいい感じの飴色玉ねぎが完成しました。今回使う分をタッパーに入れて、その他余った分はジップロックに入れて薄く伸ばして冷凍しておきます。今回使う用の飴色玉ねぎに卵を割り入れてよく混ぜます。ここにパン粉を入れてこちらもよく混ぜます。ちょっと緩めだなって感じた場合はパン粉を多めに入れるといいと思います。あと牛乳を追加して混ぜます。卵は結構個体差があるのでちょっとここの緩さが変わってくる気がします。つなぎは冷えている方がいいのでお肉と合わせるまでは冷蔵庫で冷やしておきます。野菜の準備をしていきます。今回はサニーレタスにしました。よく洗って、これなんていう名前だっけ、野菜の水を簡単に切れるやつを使って水気を切っていきます。便利ですね。これめっちゃ便利だけどちょっと場所を取るのだけが収納という面では不便ですけど便利です。次にトマトを切っていきます。最近あんまり美味しそうなトマトなかったんですけど、今日はちゃんと美味しそうなトマトがスーパーに売ってました。次にアボカドを切っていきます。アボカドもほんと開けた時の当たり外れがすごいから、ちょっと傷んでるけどそこだけ取って食べますか。最近初めて行くスーパーでアボカド売ってて、いつもよりちょっと高かったから高いなって思ったんですけど、そのアボカドがめちゃくちゃ美味しくて、高いアボカド美味しいんだって思いました。はい、本日の主役合いびき肉の登場です。今回は牛豚の合いびき肉を使っています。最近お店で豚 100% のハンバーグ食べたんですけどめちゃくちゃ美味しかったので、豚 100% でもこんな美味しくなるんだっていうのを考えてました。豚 100% でも美味しく作る方法とかをちょっと研究したい気持ちもありますね。先ほど作ったつなぎを入れてよく混ぜていきます。なんかこのこねる回数とかにも流派があるみたいですね。こねることができたので3等分して丸めていきます。丸めることができたら焼いていきましょう。ちょっと大きさに偏りがありますね。等分ができていなかった。でも焼き加減はいい感じです。その豚 100% のハンバーグのお店だと表面を鉄板で焼いた後にオ
オーブンに入れてて、その方法もちょっと今度試してみたいなと思いました。はい、じゃあ先ほど作ったバンズを半分に切っていきます。ここも重要ですね。綺麗に切れるのか。我が家は一応パンナイフがあるので綺麗に切れそうです。ちょっと曲がっている？ちょっと曲がってるけど、まあ許容範囲でしょう。若干斜めだけど。ソースを作っていきます。オーロラソースですね。マヨネーズとケチャップを混ぜました。パンを少しトースターで焼いたところに粒マスタードを塗っていきます。ハニーマスタードでも美味しいんですけど、今ちょうどお家にハニーマスタードがなかったので粒マスタードを使っています。でその上にバターをのせます。そしてサニーレタス、余ってた飴色玉ねぎをちょっとのせましたと、ハンバーグ、あとレンジで溶かしたチーズとトマト、そしてアボカドをさっき作ったオーロラソースを上にのせて、上に垂らしてバンズの上をのせたら完成です。すごくくボリューミーなハンバーガーが完成しました。すごい。それでは食べていきたいと思います。横から見ると迫力すごいですね。まず持つのが大変っていう。一回潰してから持つという作戦にしました。わあ、肉汁が出てる。いただきます。うまっ、うまっ。具材はこんな多くなくていいと思うんですけど、めっちゃ美味しいのでぜひ作ってみてください。本日も最後まで見ていただきありがとうございます。楽しんでいただけていたらぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもお会いできると嬉しいです。